スイフトスポーツのマニュアルを運転してるともう少し操作性が良くなればいいなと思ったことありますよね。そこで今回はシフトノブを交換するだけで操作性が劇的に良くなる ZC33S 専用設計のおすすめシフトノブを9個ご紹介します。スイスポ買ってからの5年半で実際に僕が買って使ったものから20万円以上するウルトラシフターまで幅広く一気にメーカーに忖度なく正直な感想をご紹介しますので、ぜひ自分に合ったものを見つけてください。早速1つ目ですが、トラストのアルミ製シフトノブ。僕がスイスポを買った当時、2019年ぐらいに新発売になって初めて買ったシフトノブ。見た目はめっちゃいいんですが、個人的にはあまりおすすめしないです。その理由が夏場が暑すぎるので触れる気がしないというか、やけどするレベルで暑くなるので、その覚悟ある人だけ買った方がいいですね。このシフトノブのメリットは、鈴木純正の 189g よりちょっと軽い 163g で好きな長さで高さ調整ができること。高くするとシフト操作の時のストロークが長くなるけど、より少ない力で変速できて、逆に短くすると素早いシフトチェンジが可能になります。僕が実際に買って試した感じだと、取り付けするなら高くしないでショートストロークにした方が後々快適になると思います。高さの調整できるのはいいんですが、やっぱり夏場は暑すぎて触れないし、冬は逆に冷たくなりすぎるので、上から被せるシリコンカバーも売ってます。そのカバー被せればなんとかなるので、トラストが好きな人はありかなと思います。僕の場合は夏が暑くなりすぎて無理だったので、その後にモンスタースポーツのシフトノブを買いました。モンスタースポーツのシフトノブは今回紹介するシフトノブの中で一番軽くてコンパクトです。スイスポ純正が 189g で、モンスターはたったの 64g と、純正と比べて半分以下の重さ。さらに一番短くコンパクトなので、純正ぐらい重たいシフトノブだと全然力を入れずに自然とシフトチェンジできますが、モンスターはこれだけ軽いため手の力を少し使ってシフトチェンジする感じ。純正と比べてもこれだけ小さくコンパクトになったため、シフト操作のストロークが純正よりもかなり短くなって、なぜか純正よりもシフトがスムーズに入る謎の仕様ですね。これまで色々と買ってきた中でも上位の操作性で、最近までずっと使ってたシフトノブなので、モンスターはかなりおすすめです。値段は Amazon で6000円ぐらい。僕が昔に買った時は確かもうちょっと高かったので安くなったような気がします。このシフトノブに書いてるロゴもワンポイントでいい感じですが、ロゴがまっすぐな位置で固定できるかどうかは車の個体差によります。ずっと使ってたシフトノブなので、買って失敗することはまずないですね。次に ARS のシフトノブ。これはモンスターの後に新しく発売になったもので、値段も5000円と安くて、トラストとモンスターを足して2で割った感じ。シフトノブの重さは 170g なので、トラストのアルミとほぼ同じ重さ。素材はプラスチックなので、夏場でも熱くならず快適で、シフトノブの形がこんな感じで上から握ってもいけるし、横から握るのでもいけるスタイル。ただし、リバースレバーが引きにくい欠点があるので、そこだけ微妙でしたね。その欠点をなくすには、ワッシャーを何枚か入れると若干高さが上がってリバースレバー引きにくい問題はなくなります。ARS 使ってる時に持ってたモンスターと交互にどっちも使った結果、僕の場合はモンスターの方がなぜかシフトの入りが良かったので、ARS のシフトノブは使わなくなったので、オフ会でプレゼントしてもう今では使ってないです。次は先ほどと同じメーカー、トラストの水中化。これは正直かなりおすすめです。見た目はめっちゃ昭和な感じなんですが、操作性が抜群にいいですね。重さは 163g で、ちょうど横から握って手のひらに収まるサイズ。この両方があることでめっちゃシフト操作しやすいです。この水中化を買うまではいろいろシフトノブ買ってみて、最終的にモンスターに落ち着いてたんですが、水中化買ってからはずっと水中化ばっかり使ってたレベルで操作がしやすくなったので、水中化のこのデザインが OK であればかなりおすすめですね。ARS と同じように上から持っても横から握るでも大丈夫なんで、両方できるデザインになってます。僕が持ってる S サイズ以外には M と L もあって、それぞれ大きさ違いますね。スイスポ納車して5年半乗った中だと、この水中化とモンスターの2択がこれまでだと一番良かったですね。ただ、もっといいやつが最近出たので、それは次に紹介します。水中化は個人的にデザインが好きで、操作性もめっちゃいいんですが、この水中化が人気すぎてずっと売り切れてるので、トラストのイベントに行くか、タイミングが良くないと買えないのが微妙なところ。操作性は僕が保証するので、買えるなら買っといた方がいいですね。次にですね、今回の9選の中で一番最近発売になった MES。もう迷ったらこれですね。モンスタースポーツだと軽すぎるのと弾が小さいので、もうちょっと重くて弾が大きくなればいいのにといったオーナーの意見を完全に拾った最新のシフトノブ。重さは 103g で弾も大きめ。モンスターと並べるとこんな感じ。絶妙に弾が大きくなっているので、手のひらにベストフィットしてかなり操作しやすいです。モンスターと比べても重さもあるし、少し縦に長くなっているので、テコの原理でさらにシフトが入りやすく、値段もモンスターと一緒ぐらい。色は白と黒の2種類。また弾以外に別パターンもあって、縦に長い棒状のタイプ。
こちらは重さ 112g。両方とも使ってみて、どっちも正直めっちゃ良かったんですが、僕はこっちの棒タイプに最終的に落ち着きました。こちらは縦にさらに長いので、ハンドルからシフトノブに手を移動させる距離が短くなって、シフトチェンジが速くなるのがいいところ。上から握ってもいいし、横からでもどっちでもいけるので、ずっと使ってたモンスターはもう使わずに、この MES のシフトノブだけ使ってますね。これまで色々使ってきた中で、値段も操作性もモンスター超えてきたので、使ったことない人、こちらの2つはかなりおすすめです。ただ人気すぎて売り切れること多いので、もし在庫あったらなくなる前に買っといた方がいいですね。メルカリで転売されてるぐらい人気のシフトノブになっています。次が遠藤商会さんのシフトノブ。これは関西オフに行った時に実際に触らせてもらったんですが、結構操作感はモンスターと似てます。モンスターと形は似てて、重さは少し重い 80g。シフトノブの色が他のメーカーではないおしゃれな色が選べるので、内装にこだわる人向けですね。モンスターより重めで、よりおしゃれなのが欲しい方向けかなと思います。次がコルトスピードの GT シフター。これは2年ぐらい前に新しく発売になったもので、かなり縦に長くなるので、ハンドルからシフトノブへの距離がだいぶ近くなって、シフト操作が最速でできるようになるやつ。オフ会で実際に触らせてもらいましたが、個人的にはそこまでいいと思わなくて、その理由がストロークがめっちゃ長くなることですね。やはり縦にかなり長くなる分、ストロークも純正と比べてもだいぶ長くなってたので、ちょっと長すぎかなと思いました。後で紹介するウルトラシフターと違って、純正シフトをそのまま長くするため、ストロークが長くなりすぎるのが微妙でしたね。なので、ショートシフターを入れれば多少改善されますが、正直それでもストロークが長いなと個人的に思ったので、ストローク長くてもいい人向けかなと思いました。ストロークは短めが好きなんで正直合わなかったですね。ただデザインはリバースレバーが別で用意されてたりと、見た目は調子いいかなと思います。次に今回のシフトノブ9選の中で一番値段が高い TM スクエアから出てるドイツのウルトラシフター。これ単品で20万円以上して取り付けも内装のプラスチックを切断したりいろいろと加工が必要になるため、自分で DIY 取り付けが難しいので TM さんが来るイベントで取り付けてもらうのが安定のシフトノブですね。ただし20万円以上の効果はあって、これまで触ってきたどのシフトノブよりも操作しやすくて、お金が無限にあれば欲しくなる、そんなシフトノブでした。実際にウルトラシフターついたスイスポを運転させてもらいましたが、さっきのコルトスピードと同じく高さがかなりあって、ハンドルからシフトノブまでの距離が最短になるのでめちゃくちゃ快適ですね。さらにストロークがもう1センチもないぐらい、ほんとちょっと動かすだけでシフトが入る超クイックなので、シフトチェンジが秒で終わりますね。またスイスポ純正みたいにシフト操作のゴムっぽい柔らかい感じが皆無で、機械からってぐらい合成しっかりしてて硬めなので、めちゃくちゃシフト操作が快適でした。なのでこのウルトラシフターはサーキットでシフト操作の時間も短縮してタイムを求める方だと買ってもいいのかなと思います。ほんと走りにシビアな方向けかなと思います。ただストロークが今回紹介する9個の中で一番短いので、慣れないと何速に入ってるかわからなくなることあるとオーナーさんが言うてたので、そこだけ注意ですね。これで最後のシフトノブ紹介になりますが、最後は TM の半額で買える WK モータースポーツのウルトラシフター。これは香港の会社が作ってるもので、それを日本の代理店が輸入して売ってるウルトラシフター。TM やコルトスピードと同じく縦に長くて、ストロークが TM よりも少し長いみたいです。値段は11万円なので TM より安くて、内装の加工もなしで取り付け可能なので、それがメリットかなと思います。だいぶ昔にオフ会に行った時に実際に触らせてもらいましたが、さっきの TM と同じような合成がかなり高めで、ほんと機械触ってるかのような硬い感じで、かつクイックなので、シフト操作はほんと素晴らしく気持ちよくなりますね。TM と比べても内装の加工が必要ないのと、値段が TM の半額ぐらいなので、 TM はさすがに高すぎて無理な人向けですね。まあそれでも10万円超えてくるので、やっぱり TM と同じくサーキットガチ勢の方向けかなと思います。以上が ZC33S 専用設計のシフトノブ9選でした。今回9個のシフトノブ紹介しましたが、コスパを考えるなら MES さんのこの2つが間違いなくおすすめですね。トラストの水中化もいいんですが、そもそも人気すぎて買えないので、モンスターの上位互換の MES、 これ買っとけばまあ間違いないです。お金がある人はウルトラシフターかなと思います。純正のシフトノブと比べてシフト交換するだけで圧倒的にシフト操作が快適になりますし、ストロークが短くなるとシンプルにシフト操作が気持ちよすぎるので、お金があればウルトラシフター、コスパでいくなら MES ですね。今回紹介したのは33専用に作られているシフトノブなんで、フィッティングが合わないとかリバースノブが引けないなんてことないので、どれを買ってもらっても大丈夫です。 Amazon とかで売ってる33専用設計じゃないシフトノブだと、ここのリバースノブのせいで取り付けできないことがあります。その場合はレールから出てるリバースノブ、これ買って取り付けるとほぼ全部の社外シフトノブが使えるようになるんで、リバースノブを変えるのもいいかもですね。リバースノブの色も選べるので内装に合わせることもできます。前にオートバックスのイベント行った時にレールさん来てたので、イベント行けば取り付けもしてくれますね。ほんと自分に合ったシフトノブ選びってなかなか大変なので、できるならオフ会行って実際に触らせてもらうのがいいかなと思います。
今回紹介したシフトノブが買えるサイトは動画の下にある概要欄に全部まとめておきますので、ぜひ詳細と他の方のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。